はい、それではですね、お時間となりましたので、セミナーの方再開したいと思います。今からですね、ミール共同創設者のトロンド・グレーブ・アンダーソンさんに話していただくんですが、その前にですね、そもそもなんでケイビズミールさんをですね招聘できたんでしょうかっていう疑問をお持ちの方結構いらっしゃるんじゃないかなと思ったので、ちょっとですねケイビズの活動の変遷とともにですねミールトロンドさんをですね招聘した経緯をちょっと簡単にご紹介したいと思います。まずですねケイビズ2018年から開始したんですけれども、2018年2月4月そして7月とですね東京、大阪、福岡とですね、さまざまなところでですね、ミートアップを実施しました。その中でですね、都度ですね、クリエイターの皆さんにどんな方のお話聞きたいですかっていうのを尋ねておりました。で、複数の名の方からですね、海外のアーティストの話は聞きたいです。特にミールのスタジオの話を聞きたいですという声がありました。で、そこで初めて私もですね、なるほど、ノルウェーのビジュアライゼーションスタジオでがあるんだなということを知りました。で、ケイビズの活動の中の、いつか叶えたい、目標の一つに加わりました。でですね、2019年も1月2月と実施して約400名の方々にですねミートアップにご参加いただきました。でこういったですね、ケイビスも動員数を増やしていって、ここでミールさんをですねお招きすることができたら多分皆さんすごい喜んでいただけるんじゃないかなということをよぎりまして、この2019年の3月ですね1回目のトライです。突然ですね、一般向けに公開されているメールアドレスに対してですね無謀にも私はメールを打ってみました。私こういうものです。ぜひですねケイビズという活動があってですねアーティストの方々みんな求めていると思います。ぜひいらしていただけませんかというふうにちょっと気軽な形で問い合わせをしたところ、約1週間後にですねトロンドさんからですね返答のメールが来ました。でまだまだですね私、少しやり取りが続いたんですけれども私自身もですねまだ外国のゲストの方をお招きするという経験が、なかったので、その時は実現することができなかったんですけれども、トロンドさんとつながることができたということでですねいつか絶対に来ていただけるんじゃないかというビジョンはもうその時にできました。でですね、その後もミートアップを実施していたんですけれども、2020年からですね、コロナの影響で一切のリアルイベントを実施することができなくなりました。で、その年ですね、弊社でもですねウェビナーにいろいろ切り替えて、配信スタジオとかも構えてですね約年に8本くらいですねウェビナーを実施するようになって、いろんな経験を積みつつミートアップもですねオンライン版を実施できるのではないかなと思いまして、日建グループさんにですねちょっとご相談してですねぜひともミートアップちょっと盛り上げたいのでやっていただけませんかということで、2021年の10月に実施しました。でここでですね、約700名の方ぐらいがですねオンラインの、ウェビナーにご参加いただきまして、やっぱりこういう情報を皆さん求めてらっしゃるんだなというのを実感しました。で、ゲストでご参加いただいたこのトムさんですね、こちらの方がですね英語でのプレゼンテーションがあったため同時通訳をしながら Zoom で配信をしたことでですねこういった経験を積むことができたんですね。ということでもしかしたらこれちょっとずれてて申し訳ないんですけれども今ここでですねまたトロンドさんにお願いすることできるんじゃないかなと思いまして、2回目のトライでですね2022年の7月にトロンドさんいかがでしょうか、今こそ日本のクリエイターさんはあなたを求めてますということでメールを送りました。でトロンドさんからですねメッセージ書いてきたんですけれども、やっぱりですね皆さんに直接お話しして皆さんからの直接のフィードバックっていうのをすごい大事にしているということをおっしゃっていたので、分かりました、ぜひ無事にですねコロナが収束した暁にはぜひともお願いしますということで、その回もちょっと断念しました。そしてですね去年、2023年に4年ぶりのですねミートアップを実施し100名以上の方にご参加いただきました。そして今年もですね、2年連続でミートアップを実施して、よし来年こそは2025年にはですねトロンドさんに来ていただけるんじゃないかなと思い、3度目のトライでですね今年の9月に、連絡をしたところ
今年の11月であれば、もしかしたら知人のですねポップアップショップとのコラボレーションなどで日本に行けるかもしれないということで、時期は早まるけどどうっていうふうに言われてですね、すぐさまですねその日のうちにここを仮予約し、通訳の方を仮予約し、翌日にはその右側にあるですね、すいませんこんなアジェンダでいかがでしょうかっていうメールを送り、今日この日を迎えることができました。でこれってですね、やっぱりKvizにですねご協力いただいた皆様、ご参加いただいた皆様のですねともにですね積み上げてきたこういった経験から、今日トロンドさんをお迎えすることができたと思うので、皆さん本当にありがとうございます。ということでですね、そうですね、トロンドさんのスピーチを実施していただきたいと思うんですけれども、今約1時間のスピーチをご用意いただいております。で逐次翻訳でお伝えするので、全体もしかしたら80分から90分の内容になるかと思います。で事前に皆さんから寄せられているご質問に関しては全てトロンドさんにお伝えしています。で、その内容を加味してプレゼンテーションはご用意いただいているんですけれども、後半にですねできる限り皆さんと、コラボレーションの時間を持っていただきたいと思っておりますので、 Q&A の時間を用意しています。通訳のサポートもありますので、皆さんですね活発な意見の交換をしていただければと思っております。ということで、すみません長くなって申し訳ないです。So we are honored to welcome トロンドさん。The floor is yours. です。じゃあ皆様大きな拍手でトロンドさんをお迎えください。Thank you for the introduction, which of course I didn't understand anything. ご紹介ありがとうございます。もちろん一言も理解はしておりませんでしたけれども。First, thank you to Two Group for inviting me to speak today. 今日はこの機会にご招待をいただきました2つのグループの皆様にお礼を申し上げます。I also want to thank Autodesk for sponsoring the event. 失礼しました。主催のトゥー様にお礼を申し上げます。それから協賛のオートデスク様にもお礼を申し上げたいと思います。And also thank you to all of you for showing up here today. そしてここにお集まりの皆様にも感謝申し上げます。I'm very grateful for the opportunity to be here in Tokyo. 今回東京に来れて本当に嬉しく思っています。My name is Trond. 私の名前はトロンドと申します。And this is my dog and best friend Baloo. 私の犬のベストフレンドであるバルーがこちらです。I'm here today because I'm the CEO of a visualization company called Mir. 建築ビジュアライゼーションの会社ミールの CEO として今日はここに参りました。We make images of architecture. 私のアーキテクチャのイメージを体現しています。My plan today is to talk about image making philosophy. で今日の計画なんですけれども、私どもの、イメージを作成する時の哲学についてお話をすること。And to explain how we make images in Norway at Mir. またミールで私たちのやり方でどうやってイメージを作成しているのかご説明したいと思います。I own Mir together with my good friend Mats Andersen. こちらのマッツ・アンデルソンと共に今ミールを保有しております。And this is outside our office earlier this summer. ちょうど夏のオフィスの外の写真になりますね。And here we are, a long time ago, back in 2000. ずいぶん昔2000年になりますけれども、We had just met at art school. We were 20 years old, and we had a grand idea. We were going to start the best rendering company in the world. アートスクールで若い頃に会って、大きな2人でアイデアを共有しました。世界最高のベスト、世界最高のレンダリングの会社を作ろうと合意しました。Now I am 45 years old, and I've been making images together with my friend Mats for more than half my life. 20代の頃から今45になりましたけれども、私の人生半分以上をかけて、マツと一緒にずっとイメージを作り続けています。Today we are 14 people in the Mir team. Here are some of them.
今、ミルのチーム14名編成になっていますが、そのうちの一部の写真がこちらです。I'm very proud that so many talented and friendly people want to come to Norway and work with Mir. とても才能のある素晴らしい人たちが私と一緒に仕事をするためにこのようにノルウェーに集まってきてくれていること、とても嬉しく思っています。Mir is located in my hometown in Norway. The city is called Bergen. でミルは私のホームタウン、ノルウェーにあります私のホームタウン、ベルゲンというところに、現在、場所を置いております。In Bergen, we are surrounded by nature, mountains and forests and sea. ベルゲンは自然に囲まれた地であり、山や森、そして海に囲まれています。Back home, the summers are green and warm, and the winters are cold and white. 夏は白く、そして、暖かく、失礼しました。夏は緑で暖かく、そして冬は寒く白いというイメージです。My home city is very important in order to understand Mir. このような環境を理解していただくことはミールを理解するためにもとても重要です。I grew up being outdoor in nature. 私は自然の中でアウトドアで大きくなりました。In my work, I want to show a personal Norwegian perspective of nature and life. 仕事上でも自然とそして人生を表す私の出身地であるノルウェー的な観点を表に出したいというふうに考えています。Since I was a kid, I made drawings and text as a tool to understand the world. 子どもの時から世界を理解するツールとしてこのような絵を描くとか、あるいはテキストを使うなどを行ってきました。Nature and expressing myself is like a river that flows through me. 自然そして自己表現は私の中を流れる川のようなものです。My dream has always been to find a job where I can use this combination of inclinations. そういった性格、またその自己表現と自然という組み合わせをいつか使ってこれを仕事に生かそうというのが私の夢でした。Expressing yourself is not easy when you make architectural visualizations, but it is possible. 建築ビジュアライゼーションを実装して、実験していく中で自己表現というのは非常に難しいんですけれども、それは可能なことではあります。The video is not working. Maybe we can just do like this. I think this is okay. Sometimes I get the rare opportunity to show these little moments that I have hidden inside. で隠された、少しずついろいろな瞬間を捉える機会というのは稀でありますが存在します。Like this moment in snow and winter, with memories from my childhood. 私の子供の頃の思い出の中の雪、冬、そういったモーメントが一つの例です。When you have been outdoor like this for a long time, it feels so good to come home and warm yourself. このように屋外で長い時間を過ごしてみると、家に帰って体を温めるときにとても気分がいいものです。A little jump here in theme. 少しここでテーマを変えます。Today, these are the kind of trolls that my kids grow up with. こちらのトロールたちは私の子供たちが見て育って、遊ぶようなトロールになります。But when I grew up, we didn't have a TV. しかし私が子供の頃はテレビはありませんでした。The trolls, this is what they looked like when I was a kid. 私が子供の時のトロールというのはこんな感じでした。In the same way as I grew up in nature, I grew up inside the fairy tales. 自然の中に育ちながらおとぎ話の中で成長したんです。And this sometimes comes out through my work. こういった経験が私の仕事の中にも出てきています。As an example, this is a sketch made by one of my colleagues. 例なんですけれども、こちらが私の同僚の一人によるスケッチです。While my sketch on the same project very quickly end up looking more like the trolls.
同じプロジェクトでも私がスケッチをすると全く違うトロールのようになってしまいます。I didn't even think of this influence when I made a sketch. It's just there in the back of my mind all the time. スケッチを作った時には全くこんなことは意識していなかったんですけれども、私の頭の片隅に常に存在しているようです。I always wanted to work with pen and paper, to sit alone and work. 私はいつも座ってペンと紙で仕事をしたいと考えていた人間でした。For me, the computer was an accident. I never intended to be a CG artist. コンピューターはアクシデントであり CD アーティストになるということも偶然でした。Making images is like meditation for me. このようにイメージを作成するということは私にとっては瞑想のようなものです。And for my colleague Mats, this is his image. It's the same. これは私の同僚であるマッツが作成したものですが、やはり同じです。This is concert hall in my home city. 私の出身地の町のコンサートホールです。In Mir, we are trying to say something about beauty. ミルでは美について語ろうとしています。That the roughness and sometimes nastiness that we see in nature is fundamentally human. この自然の中に見られる荒さ、そして厳しさというのは根本的に人間的であると言えると思います。I want those experiences to make a difference in how people see beauty. そういった経験を使って人々が建築物を見る見方を変えてもらおうと思っています。Because I think our ideas of beauty limit us from living richer lives. Living in virtual life? Richer. Richer. Thank you. はい、その美に対する考え方というので人生がより豊かになると思うからです。But not all the images we make at Mir have this fairy tale style. しかしミールで作成するすべてのイメージがこのようにおとぎ話的なテーマを持っているわけではありません。We have a business to run, and not all client wants fogs and trolls in the images. ビジネスとしてやっていかなければいけない、運営しなければいけないところもありますので、常に霧とかトロールの世界だけではないわけです。But still, we want to show a different way of seeing. とはいえ、このシーンを別の見方で見てもらえるような提示をしたいと思っています。We want every project to remind people that the world is magical. すべてのプロジェクトにおいて世界はマジカルなものであるというふうに見てもらいたいと思っています。This is a project in Canada for Danish architect Dorte Mandrup. こちらはドルテ・マンドロップという、そのデニッシュですからデンマークの、建築家によるカナダの作品です。My hope is that Mir can help the artists that work with us to also find their inner voice. またミールで働くアーティストには自分たちの内なる声を見つけてほしいというふうに私は思っています。If we are successful, we can use work as meditation. If we are lucky, our work can make us happy and strong. うまくやれば仕事は瞑想として使うことができる。そして運が良ければ仕事を使って幸せにそして強くなることができる。Usually, our clients don't like my favorite images. だいたい私のクライアント様は私が一番気に入ったイメージを好きになってはくれません。Because only very few people like them, and I'm okay with that. 最初から気に入ってくれる人は非常に少ないんです。でもそれは問題ではありません。I think that the best work is often the ones that split the audience. 最高の仕事というのはやはり好き嫌いが分かれるものだと思っているんです。You can be proud of your own work even when other people don't like it. 気に入られなくても自分の仕事に誇りを持つことはできます。
For those of you who don't know Mir so well, I want to show some more examples of the work we do. あまり私のことをご存じないという方に向けて、いくつか過去にしてきた仕事のサンプルをこのようにお見せしてまいります。And as you will see, it's not all about fog and trolls. ご覧になって分かるように霧とかトロールばかりではないなと思われると思います。Our speciality is projects that relate in one way or another to nature. 私どもがスペシャリティとしているプロジェクトは何らかの形で自然に関わるものです。We make images of observations. 私たちは観察の上イメージを作成します。You have to notice something that you want to show, a moment, a pattern. 何か自分が見せたいもの、その瞬間を切り取るとかパターンを切り取るというものを発見していくわけです。We like things that are surprising. またびっくりするようなものも好んでいます。Images stop time, that magic moment when everything is just perfect. イメージが時間を止めれば、その魔法のようなモーメントがすべてを完璧にしてくれます。A strong image makes you feel like you are somewhere else. 強力なイメージがあれば、自分がまるで他のどこかの場所にいるような感覚になるでしょう。To achieve that, you need to create a space with strong perspective and texture. そのためにしっかりしたパースペクティブとテクスチャーのある空間を作っていく必要があります。Here, we have also included side photo in the background to help with that kind of transportation. こちらもそのようにこの場にいるような感覚を得ていただくためにサイドフットの処理を背景でしています。A key element in the design of a Mir image is to always consider not showing everything. でこのミールのイメージとして、主な重要な要素があるわけですけれども、それはすべてを見せないということです。Revealing just a little bit makes people interested in learning what the rest will look like. 一部だけを見せることで関心を持たせ、全体はどうなんだろうというふうに思わせます。The biggest mistake in architectural visualization is that people show too much and want to say too much. あまりにたくさんを見せたいと思いすぎる、あるいはあまりに、多くを語りたすぎるというのがやはりその建築ビジュアライゼーションにおいては大きな間違いだと言えるでしょう。Always keep the viewer wanting more. 常に見る人にもっともっとと思わせることです。I'm showing quite a few not a hotel projects now since I am in Japan. ちょうど日本におりますので、ノートアホテルのプロジェクトをたくさんお見せしています。During our work for them, I have noticed that the Japanese and Norwegian design language is very similar. 日本とそして、ノルウェーのデザイン言語というのが非常に似ているなというのをノートアホテルさんのプロジェクトを通じて感じました。I think a good test of an image is to ask yourself, do I want to travel there? 自分で作ったイメージについて検証してみたいと思うときは、それを見ながらここに自分が旅行したいと思うか問いかけてみるといいと思います。So I have showed you some example of our work. The next step is to show how we work. いくつか過去の仕事をご紹介しましたので、私たちの仕事のやり方についてここからお話ししましょう。This is very hard to explain, but I will try. すごく説明が難しいんですけれども、トライしてみます。Behind all the work we do at Mir, there is a philosophy. We call it the Mir way. ミルで、行っている仕事の裏に哲学があります。その哲学は The Mir Way と呼ばれているものです。The Mir way is also our business plan. これは私たちの事業計画でもあります。This is the logo. これがロゴです。You have to look at things with your heart. 自分のハートでものを見るということです。The stripes on top is enthusiasm and energy. そして上から出ているのが熱意とかエネルギーです。These are architects. They studied architecture because they imagined that working as an architect would make them creative and happy.
で But 建築家、Sorry、というのは、クリエイティブにそして、ハッピーになろうということでですね、皆さん建築家になりたいとお考えになると思います。architecture, the business of architecture is a strong and confusing energy. しかし建築というビジネスはなかなか、非常に力が有り余っていて、そしてエネルギーをあまりに消費してしまうものだと言えます。It's like a gravity field. それは重力のようなものです。The closer you get to the center of architecture, the faster it spins, and everyone is sucked into a stressful black hole. 建築の中心に行けば行くほどどんどん力強く引き寄せられていき、スピンも速くなり、ブラックホールのように引き寄せられていってしまいます。You have to be careful, or you will be sucked in yourself. 気をつけないと自分が犠牲になってしまいます。You can protect yourself from this dangerous field with an armor of conformity. こういった危機から自分を守っていくためには、統一性、均一性というようなものを自分の武器としてまとっていかなければいけなかったりします。If you say the expected and play it safe, if you say the expected and play things safe, everything will be okay. 期待された通りのことを言い、そして、安全なものばかりを生み出していれば特に問題にはならないわけです。But there are some architects that want to be brave and who try to be different. でも勇敢に他とは違ったことをしたいというふうに望む勇敢な、建築家も出てきます。These are the architects that we want to help. そういった建築家を私たちは助けたいと思っているんです。We will do everything for them and fight together with them to overcome the force and make them free. そのような引力と戦い、建築家を自由にするために私たちはすべてをして、すべてのできることを行い、共に戦います。Because outside the force, we are all stars. このように、その力から外れたところに行けば私たちは皆星になれるのです。My job at Mir is not just to make images anymore. ミルでの私の仕事はイメージの作成だけではもうありません。As Mir started to grow, I realized that we could achieve more if I spend more time supporting the artists in my team. チームとそして自分のアーティスト、自分を頼ってくれるアーティストたちをサポートすることで、ミルではもっとたくさんのことを成し遂げられるのではないかと思ったんです。One of my jobs is to help the artists at Mir to be their best. I am their manager and trainer. 私はマネージャー、トレーナーという立場でもありますので、アーティストが最大限力を引き出せる、力を出せるように援助をします。My job is to make every image we make at Mir into a Mir image. また、ミールで生み出されるもの、イメージはすべてミールのイメージというふうに見なされるレベルに持っていくのも私の仕事です。Artists need inspiration. アーティストにはインスピレーションが必要です。Everyone needs to be reminded about how good they are. 自分たちがいかに素晴らしいのかを常に、思い起こさせてもらうような存在が必要です。I help people grow to not get stuck in one way of doing the same thing over and over. 同じことを一つの方法で何度も何度もやって、そこでスタックしてしまわないように、いろいろな人に手を差し伸べています。At Mir, we are never better than our clients. ミールではクライアントに完全にの言うことに全て従うということはありません。When we meet the good clients, I fight for them. 良いクライアントがいれば、そのクライアントのために戦います。I travel to meet our clients so that I can understand them better. クライアントをよりよく理解できるように、あちこちに出張してクライアントの話を聞きます。And I try to teach them how they can get as much as possible out of working with Mir. そして見ると仕事をすることで、最大限、結果を引き出せるようにご支援をいたします。Many of our clients have become close friends.
いつしかクライアントの多くが仲の良い友人となりました。I also search for new team members to our team. また、チームに新しいメンバーを探しています。For a team to be healthy, it needs to develop. チームが健全であるためには成長しなければいけないので、これも私の仕事です。Sometimes I look for specific skills, other times we need certain personalities that can balance the team. 特殊なスキルであるとか、チームのバランスを取るためにこんな個性のある人が必要だというような人の探し方もします。I'm also responsible for the aesthetic profile of Mir. また、ミールの美的な面での特性の管理も私がしております。To make sure that everyone sees that we are working hard to be among the best. 最高クラスであり続けるために私たちが常に一生懸命仕事をしていることを分かってもらうような努力をしています。In our office, I also think about who sits next to each other. オフィスの中では誰が誰の隣に座らなければいけないということを心配する必要はありません。What the surroundings of the architects look like. また、そのアーキテクトの周囲に何があるのか。The office is a reminder of who we are. オフィス自体を見てみると自分が何者なのかがよくわかります。I could probably add 100 other things to the tasks to this list. いろいろリストを上げてきましたけれども、もう100以上さらに追加することができるかもしれません。The point is that an artist never works in a void. ただ、要するに言いたかったことは、アーティストというのは無の中で、何もない中で仕事をしているわけではないということです。I am probably talking too much about stress and problems now. 問題とかストレスばかり話をしてきてしまったかもしれませんが、But one of the most important jobs I do is to remove stress. 私の一番重要な仕事というのは、ストレスを除去するということなんです。Because artists must be relaxed to do a good job. いい仕事をするためにアーティストはリラックスした状態でなくてはなりません。Worried artists suck. You know what is that? アーティストがこんな形になってしまったらどうでしょう。 But then, when the artist is too relaxed, the client gets worried. しかしアーティストがあまりにリラックスしてしまうと、今度はクライアントさんの方が心配になります。They want the artist to be worried because it proves that the artist takes the job seriously. アーティストに心配してほしいわけです。心配している方が仕事を真面目に考えているというふうに信じられるからです。And this is a bad spiral. でもこれは悪いスパイラルが始まってしまいます。So we try to teach the artist how to lead the dance. なのでアーティストに対してこういうことを教えています。どうやってダンスを自分からリードしていくのか。And to find ways to make the client trust us. そしてクライアントが信頼をしてくれるような方法を定義します。Because if the client is worried, they will take control. クライアントは不安があるとコントロールを取ろうとします。And the client, most of the time, doesn't know how to make images. しかしほとんどの場合、クライアントはイメージの作り方は理解していません。So we spend a lot of time thinking about this at Mir. ミルではこのことについて時間を随分とって考えてきました。What these images have in common is client who deeply trust us. こちらのイメージで共通していることが一つあります。クライアントが私たちを深く信頼してくれたということです。Since we proved that we know them and understand them, they let us lead the dance. クライアントを私たちがしっかり理解しているということを実証してきたので、私たちにダンスのリードを取らせてくれるようになっています。This helps us to find unexpected angles because we can think freely. 自由に考えることができるので、私たちも予期しないようなアングルを実際にもたらすことができています。We can look for the unexpected.
予期していないものを探す。And we have clients who expect to be surprised and that are happy to be surprised. でクライアントは驚きを期待していますので、実際に驚かされてとても喜んでくれています。My job is meaningful because it matters. I have seen many times that really, really good images help our clients. 私の仕事が重要なのは意義ある仕事だからです。実際に目にしてきました。非常に多くの私たちが作ったイメージがクライアントさんの役に立っているところを目にしてきました。We can help them win competitions, get recognition and fame, help them find better commissions, and hire better staff. 本当にいいイメージを作ることができれば、コンペにも勝つことができますし、名声や認知を得ることができます。またコミッションも上がりますし、スタッフも良くなります。Our images makes it possible for our clients to show, oh, that's a spelling mistake, huh? Their pure ideas. クライアントの持っている純粋なアイディアを表現することが、私たちのがいいイメージを作れば可能になるわけです。And we create attention for our clients and not for Mir. ミールに対してではなく、クライアントに対して人々が注意を払ってくれる環境を作れます。So, what is a good image? How can we make a good image? では、良いイメージとは何でしょうか。どうやったら良いイメージを作れるんでしょうか。This is the question that everything boils down to. これがすべての中核にある大きな疑問だと思います。I think images need to make people curious. イメージというのは、人々に興味を湧かせなければいけないと思っています。If the image can make our clients stretch their neck like a snail coming out of its shell, that's a very good thing. このカタツムリが首を伸ばすように、クライアントが首を伸ばして、クライアントに首を伸ばしてこう見たい、このクライアントの情報を見たいというふうにお客様に思わせれば、それがいいイメージだと思います。It creates enthusiasm, and enthusiasm is a force that creates change. そこで熱意が生まれます。熱意というのは変化を生み出す力でもあります。For example, on the project here on the left for big, it is an image that triggers curiosity. 例えば左側のビッグのプロジェクトの例です。これを見ただけで、興味関心が湧きますよね。On purpose, we don't show everything. The viewer want to move into the image. They want to know more. わざと全部を見せないんです。全部を見せずに一部を見せるだけでもっと見たいと思わせる。In the image on the right, it's about creating a mysterious and otherworldly mood that transports the viewer to a new place. 右側はミステリアスなイメージになっています。これを見ている人たちが全く別の世界に入り込んだような気分になります。The basis of a Mir image is physically correct lighting. ミルのイメージのベースにあるのは物理的に正しいライティングです。Meaning that we use a simple light setup in the 3D software, usually lit with an HDR probe. 3D ソフトウェアの非常にシンプルなライト設定しか使いません。通常は HDR プローブのみです。These two, memorable and different, they belong together. そして2つ目、3つ目、記憶に残る、他と異なる、これは相関しています。For an image to be memorable, it needs to look different than other images. 記憶に残るためには他のイメージと異なる必要があります。And we always talk about this word transportation. そしてこのトランスポテーションというワードを常に使うんですが、That the image should make you feel like you are somewhere else. これはつまりこのイメージを見ることによって別の時空間の中にいるような感覚に陥るということです。We never talk about composition, color theory, or being trendy.
ミルでは構成とか色の理論、あるいはトレンディであることなどは決して気にしません。In this image, the cows take up half the image. このイメージを見ていただくと、牛が全体の半分を成しています。The reason for this is that cows make the image look different than other images. この根拠、理由としては、これだけ牛がいると他のイメージと全く差別化ができる、異なる形に見られるということです。You remember things that are different. 全く違うものであれば記憶に残ります。In this one, everything is much more simple and subdued. こちらは非常にシンプルで落ち着いています。Here, the lighting is selected to emphasize texture and space. ここで選ばれているライティングはテクスチャーとそして空間を強調するものです。And this is to create a feeling of being there. そこにいるような感覚をもたらすものです。Textures do a great job in achieving that. それを実現するためにテクスチャーが非常に大きな役割を果たしてくれます。In outdoor images, it is super important that the lighting feels real. 屋外のイメージにおいては、ライティングがリアルに感じられることが非常に重要です。You want people to forget that they look at an image. これをイメージで見ているということを忘れさせるようなことが必要なんです。In this one, we use a very specific blue color that looks a little bit different than most other blue colors. でこちらで使った青色は通常使われるほとんどの青とは違う色です。Color is also very effective in creating uniqueness. 独創性をもたらすために色も一つ重要な要素です。I also have something to say about technology. またテクノロジーについても申し上げたいことがあります。And since I love fly fishing, I want to use fly fishing as an example. 私はフライフィッシングの愛好家なので、フライフィッシングを例としてお話ししたいと思います。This is my brand new fishing rod. これが私の最新の釣り竿です。It's the best rod I ever had. 私が今まで買った中で最高のものです。It's designed by a Japanese man called Nobuo Nodera. 日本の野寺信夫さんという人のサインが入っています。Sorry for my pronunciation. 発音が間違っていたらすいません。This rod feels almost like it's magical. I forgot that I'm holding it. It feels like a part of my body. この釣り竿は本当に魔法のようなもので、自分がこの釣り竿を持っていることを忘れてしまう、体の一部のように感じさせてくれる釣り竿です。When I want to catch many fish or big fish, the fishing rod helps me. 魚をたくさん釣りたい、大きな魚を釣りたいというときは釣り竿が助けてくれます。I can reach further, do more casts, fish all day long. 遠いところに投げ、キャスティングをし、一日ずつ釣りをしていることもできます。And when I hook a big fish, it's strong and flexible. また大きな魚を釣るためには竿は強く、そして柔軟性が必要です。Unfortunately, it doesn't help me catch beautiful fish or cool fish. ところが残念ながら、良い釣り竿であっても、きれいな魚、あるいはクールな魚を釣るには役に立ちません。It just helps me catch fish. ただ魚を捕まえるというそれだけです。Because my fishing rod is blind. それはなぜかというと、釣り竿は盲目だからです。In the same way as a hammer is blind and a paintbrush is blind too. ハンマーもそうです。ペイントブラシもそうです。すべて盲目です。Software and hardware should be like my fishing rod. ソフトウェアやハードウェアも、私の釣り竿と同じようなものであるべきだと思っています。Strong, reliable, and natural. 強力で信頼ができ、そしてナチュラルである。And blind. そして盲目であることが必要だと思っています。Today's software is so good that we can stop talking about it. 今日のソフトウェアは本当に素晴らしいので、もうソフトウェアについて話をすることも必要なくなってきました。And start looking at the images we make instead.
ソフトウェアではなくて実際に作ったイメージの方を見ていけばいいわけです。To create something special, you have to use your eyes and your heart. 何か特別なものを作っていくためには自分の目とそしてハートを使わなければいけません。We could have used almost any render on the market to make these images. I'm sorry, could you repeat that? Craft is about making an observation, wanting something to come to life, and then making it. はい、クラフトというのはこの観察の結果であって、それが命を吹き込まれてこのようなイメージにつながっていきます。And the best software is the one that makes you do that without a struggle. そして最高のソフトウェアはこれを実現するときに苦労をしなくてもいいものです。Here I'm going to show you a project from start to finish. ではここでプロジェクトをスタート時から完成時まで流れでお見せしたいと思います。This is our client, Danish architect Dr. Mandrup. この人はデンマークの建築家で私どものクライアントでありますドルテ・マンデラップさんです。She were designing a new building for the Norwegian outdoor brand Norrøna. ノルウェーのアウトドアブランド向けの新しい建築を予定していたというタイミングでした。Norrøna usually makes clothing. でこのブランド、ノローナというブランドなんですけれども、通常はこのようにテキスタイルを作っている会社です。But now they wanted to get into traveling and to build unique destinations. しかし旅行業界へ参入するということで、非常に独自性の高い旅行先を開発していこうということになりました。And they are starting with Lofoten, an amazing place in the north of Norway. そこでノルウェーの北の方にあります素晴らしいこのルーフォトンという地に目をつけました。This is the first test render we did of the project. これがプロジェクトの最初に始まったテストの建築物になります。It is a small hotel on a peninsula. 小さなペニンシュラ型のホテルです。At this point in the process, we don't even think of this as an image. この段階ではまだこれをイメージとしても考えてすらいません。It's just a way to get to know the project. この段階ではプロジェクトを知ろうという段階で作成した図です。We look at site photos. Sometimes we visit the site. そしてその現場の写真を見たり、実際に訪問したりして確認します。But the best tool has become Google Maps. しかし一番いいツールは 3D Max です。We also talk a lot to the client to understand what the project is about and what the surrounding feels like. クライアントと話をして、この環境、周囲の環境等がどのようなものなのか感覚でつかもうとします。The team then uses Google quite extensively to try to find situation and ideas that show the uniqueness of the area. このエリアがの独自性を知るために Google を使っていろいろなアイディアや情報を収集します。And then when we have everything set up in 3D, we start to move around the project. そしてすべて 3D 化できるという段階になったときに実際のプロジェクトに取り掛かります。And suddenly ideas start to appear. そこで突然アイディアが湧き出してきます。For instance, the contrast with the rough weather on the outside and the protracted seas on the inside. 例えばこちらのコントラスト、外側の激しい厳しいその天気気候の状況と、そしてこの内海の落ち着いた静かな状況をコントラストとして出しています。And we work with image style to find a language that fits the client. またイメージスライドを使ってお客様にフィットするような適切な言語を探していきます。So maybe it should be more painterly like this,
or more photorealistic like this. どちらかというと先ほどの前の波の多かった図のようにペインティング的なものがいいか、あるいはよりリアルに忠実な後者の方がいいかなど。We try out a lot of different things to try to find not just images but moments. いろいろなことをトライしながら正しいイメージだけではなくて正しいモーメントを探すということをしています。And cool color combinations. そしてクールな色のコンビネーション。We also discuss how rough or how refined should the project look. またそのプロジェクトの外観がどれほどラフな感じにした方がいいのか、それとも練り込まれたそうですね、綺麗な感じにした方がいいのか、その度合いも確認します。And when does it no longer feel like the correct place? もう正しい場所ではないというところまで先日詰めて、It's not often you see that combination of snow and ocean. 見るわけですけれども、雪とそして海という組み合わせというのはあまり頻繁に見るものではありません。So then we fall in love with it. それがいいというふうに思いました。Maybe we spend too much time on this because the client never picked this sketch. クライアントさんが最終的にスケッチをピックして選んでくれなかったので、今のところかなり枚数をかけて作成してしまったかもしれません。Already at startup, we were instructed to look into Northern Lights because the Northern Light tourism is a big thing in Norway. ノルウェーではこのノーザンライツというものがオーロラですね、非常に重要だと考えられていますので、こういったイメージもよく作ります。So then we start to experiment with that. How magical or how natural should it actually look? いかにマジカルに、そしていかにナチュラルに見せることができるのか実験をしてみました。Some sketches turn out more formal and look more like a poster. 一部のスケッチはポスターのようにフォーマルに見えるようなものもあります。While others are more like shots from a film. Just from Shots from a film. 映画の一枚のように見えるようなものもあります。And then at some place in the process, we print all our sketches. このプロセスの中、ある一時点でスケッチをすべて印刷してみます。The team gets together, we categorize the images and see which ones we don't need. チームメンバーが集まり、イメージを分類します。どのイメージがもう必要がないかというのをそこで判断します。It can become quite a discussion. かなりのディスカッションになることもありでしょう。When we have picked the sketches, we give each image a name. スケッチを選びましたら、それぞれに名前を与えます。And sometimes text to explain what we are thinking about each image. 各それぞれのイメージに対して我々がどのように考えているのかということを説明するようなテキストを足すこともあります。Personally, I really like to come up with names for the renders. 個人的には、cope with names? I'm sorry, could you? I really like to come up with names for the images. Microphone a little Oh, bit. sorry. Oh, no, that's okay, that's okay. Like this? Hello? Thank you. はい、個人的にはですね、私はその名前を与えるというのがとても好きです。I think most people in our team hate it because they always call their images sketch001.jpg. チームメンバーほとんどは嫌いだと思うんですね。彼らが名前をつけるとスケッチ 001CPG とかになってしまいます。I try to invent names that remind me of why I made the sketch.
で、私が名前を考えるときには、どうして、このスケッチを作ったのかというところに立ち戻るようにしています。When our clients pick the sketches, we try to make the final image as similar to the sketch as possible. クライアントから最終的にスケッチが選ばれたときには、できるだけそのスケッチと最終的な作品を近いものにしようと努力します。We don't see our sketches as a starting point for iterations. スケッチがその後に続くイタレーションの最初の一歩にするということは私たちはしません。The problem with high resolution images is often that you try to make everything better, but then the things you did intuitively disappear and the image stops working. で、高解像度のイメージというのは、どんどんいいものをという、動機づけにはなるんですけれども、それをやってしまうと最初にイメージが持っていた直感的な効果というのが失われてしまいます。Sometimes, however, we do change the images. しかし、イメージを変えるということも時々あります。In this case, it was initiated by the client who wanted a more positive vibe in the image. で、こちらの場合はクライアントの方からもう少しポジティブなバイブが欲しいという要望に応えたものでした。I think in the end, the changes made it better. この最終版の方が良くなったと思います。Here, we stick to the same lighting concept and overall mood, but enhance the details and put more focus on the people in the pool. で、こちらの場合はライティング、そして雰囲気というのは同じにしましたけれども、深みであるとか、このプールにいる人たちをもう少しフォーカスを当てています。I love it when the image is approved and there is no comments on the mood. Then you can just dig deep and improve on all the details. で、承認されて、特にムードに関しても雰囲気に関してもコメントがないというタイミングは嬉しくなります。そこから私たちはさらに細かいところを詰めていけます。I also want to talk a little bit about looking at images. では次にイメージをどのように見るのかお話をしたいと思います。Because making images is about looking and reacting to what you see. イメージを作るというのは自分がものを見てそれに対してどのように反応するのかによって異なります。CG artists have a problem, and I have a problem. CG アーティストには問題があります。私にも問題があります。Our perspective on technical aspects of work make us look at the wrong things. 私たちは技術的な視点でものを見ますので、ものを見るときに間違ったものを見てしまうんです。We think and overcomplicate. そして思考して、複雑に物事を見てしまいがちです。My daughter is 10 years old, and sometimes she is better at evaluating images than me. 私の娘は10歳になりますけれども、物を見る、イメージという意味では私よりも優れているところがあります。Because she feels. 彼女は感じるんです。The reason why feeling is important is that it seems like the eyes are not connected to the brain. フィーリングというのはとても重要です。目と脳がつながっていないような感じです。It feels more like they are connected to the heart. どちらかというと目とハートがつながっているような感じです。So a good image talks the language of the heart. 良いイメージというのはハートの言葉を話します。For instance, the heart doesn't care about detail. It just wants to be surprised. 例えば、ハートは詳細については気にしないでサプライズを求めます。So the interesting challenge is to try to create feelings. ですので、私たちの関心、そしてチャレンジというのは、いかにフィーリングを生み出すかということです。Okay,
We are reaching the end of my lecture, but first I want to show some step-by-step images of a project. はい、そろそろ私の話も終わりに近づいてきました。プロジェクトのイメージ、ステップバイステップでここでお見せしていきたいと思います。This is a project for Oppenheim Architecture in Albania. これはアルベニアのオッペンハイマーアーキテクチャのモデルです。And this is what the 3D model from our client looked like. これがクライアントからもらった 3D モデルの外観です。In the background, you can see the beach, the docks, and a mountain next to a village. 背景にビーチがあり、それからドームがあり、I'm sorry, the background is beach and docks and A mountain next to a village. 村の横に、山があります。On some projects, the details are poor. で、このプロジェクトまだディテールの部分がしっかりとありません。So we have to model some parts. ですので私たちの側で一部のモデルを作成します。We pay extra attention to everything that is nature. 注意を払って全てが自然であるように作ります。We carefully select plant species from the region and build up rocks, soil, and edges. この地域の植生を調べ、石あるいは土壌などもこの地域にそぐうものにします。This is what the scene looks like on our computer screen when we work on the project. プロジェクトで仕事をしているとき、私たちのコンピューター画面に出てくる、ものはこんなような画面になります。We never pick a camera angle before making sure that it works with color and light. 色、ライティングが適正ではない限りカメラアングルから選ぶということはしません。In this stage, we balance out the colors, find details from photos, and try to stitch the image together in a nice way. この場合は色のバランスをとっています。また写真の方から詳細を拾って、そして、全体としてうまくバランスが取れるように組み合わせを行った後の図です。And in the end, we wait for one more day to look at the image with fresh eyes. そして最後に1日置いて自分のフレッシュな目でもう一度イメージを眺めます。And lately, we've been using a little bit AI to add details along edges and other small things. 最近は AI も活用して、小さい、ところを、詳細部分のマイナーなところをカバーするようにしています。Another image from the same project. 同じプロジェクトの別のイメージです。This is the client 3D model. クライアントの 3D モデルがこちらです。The best 3D artists have a great sensibility of styling. 最高の 3D アーティストというのはそのスタイルに対して非常に感覚が優れていると思います。If we have to ask the client all the time, they are never surprised. クライアントにいつも質問をしていれば信頼はしてもらえません。I find that we get the happiest client when we understand their style and just execute without asking too many questions. スタイルを理解してあまり質問をしなくてもそのスタイル通りに実行ができた場合にお客様には非常に満足をしてもらえます。Some of the challenge is realizing that you have a good image even before you start Photoshop. フォトショップに入る前に素晴らしいイメージが出来上がってしまうとそれはそれでチャレンジです。So that is why we try to make scenes that look as similar as possible to the final image. ですので最終的なイメージとできるだけ同じような、似たような形になるようなシーンを作るようにしています。So here you can see we just did some color changes and detailing. 少し色を変更してディテールを直しています。And finally, the completion of the image to make it fit the overall package and to feel warmer. そして全体のパッケージとして完成したバージョン、より温かみが出されています。So with this in mind, I could show some more of our finalized images.
はい、では最後にですね、そのファイナルイメージがまだ、何枚かございますので、そちらもお見せしたいと思います。Thank you. ありがとうございました。素晴らしいプレゼンテーションをですねしていただきました。トロンドさんにもう一度大きな拍手をお送りいただければと思います。Thank you.